はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回は6月12日に開催されました Apex Legends のパッドプロを集めた 1v1 大会ゲーマーフェイスオフシャープ1ですね。こちらを観戦してきました。非常に盛り上がった大会の裏側でひたすらコントローラーについて語り合ってきたので、その様子と新しい情報いくつかですねお話できたらと思います。で今こちらボイドファイアバードセンスっていう新しいコントローラーですね。こちらの発表が行われている様子ですね。デュアルセンスのカスタムコンとしてボイドイントゥイションっていうのがありましたが、それにファイアーバードの基板が乗るようになったっていうことでですね、なんとこのように背面ボタンももちろんしっかりと追加することができます。個人的には背面4ボタンまでね、こちらの Firebird センスの方については追加できるっていうのが嬉しいですね。でなおかつこれまでの Void PS4 Firebird っていうのはですね、手元にある DualShock 4を Void に送り込んで、それを改造してもらってで送り返されてくるっていうね、そういうシステムだったんですけど、このですね Firebird センスに関しては特に、そういう送り込みをしなくても抽選に受かりさえすれば完成品がそのまま送られてくるっていう風になってます。デュアルショック4にこだわりのない国内勢っていうのはもちろんのことですね、特に海外勢はね本当にこれが大変だったので、そこが改善されててすごく嬉しいんじゃないかなという風に思います。で大きなニュースとして1個あるのがですね、ボイドのファイアバードが全て JS13 Pro プラスっていうスティックモジュールに統一されるっていう、そんなニュースをね、会場で聞くことができました。これはですね Firebird Sense と Void PS4 Firebird だったですね、名称だけ変更されました Firebird Shock っていうね、この両方ともが今後は JS13 Pro プラスになりますよということです。RC フィルターレスな設定でもですねリニアの操作感を得られる現時点で一番いいスティックモジュールがこの JS13 Pro プラスなので、操作感はね抜群に良くなっているはずですね。こちらの Firebird Sense に関してはですね、6月12日から6月18日木曜日の10時まで抽選受付中なので、気になる方はぜひね概要欄からチェックをしてみてください。ボイドゲーミングはねすっかり Firebird と Genesis の会社っていうイメージになったかなと思うんですけど、そんな2機種の開発に両方とも関わっているのがぼんじりさんっていうね方かなと思いますね。個人的には今のコントローラー業界のレジェンド開発者なんじゃないかなと思ってね、Apex でいうゆか F さんみたいなそんな存在なんじゃないかなって思うんですけど、そんなぼんじりさんと実はね会場でかなり長くお話をさせていただくことができて、細かな話ちょっと聞けたので、そちらもね共有したいと思います。まずはじめにですね、教えていただいたのが、ファームウェアアップデートですね。 Firebird に、バージョン 3.04 からバージョン 3.07 っていう風なアップデートが入ってます。いろいろと細かな改善入っているというところなんですけど、特にね注目したいポイントっていうのをちょっと軽く解説したいと思います。一つ目がまずこの感度カーブの設定ですね。今まで、マーカーの数っていうのはね、自由に選ぶことができなかったんですけど、これがね最大10個まで選ぶことができるようになってます。ここまで多くのマーカーを使って細かく感度を調整する方っていうのはなかなかいらっしゃらないかなとは思うんですけど、必要なね、数に応じて、設定できるので、一応刻みで設定できるのでですね、欲しいだけのね、マーカーの数を入れてあげてで設定するっていうのがすごくいいかなっていうふうに思いますね。でもう一個ですね、この RC フィルターの方にも同じようにマーカーの数を選べる機能っていうのが入ってます。これが個人的には結構大きいですかね。今までマーカーの数これ2っていうものですね、これ相当の設定しかできなかったんですけど、これが5個まで拡張されてます。今ねちょうど私もなるべく震えない RC フィルター設定っていうのをこの Firebird でなんとかね、できないかっていうのをやってるんですけど、これのおかげでねよりうまいことですね、強いそんな震えない RC フィルター設定が再現できるんじゃないかなと思ってます。これ本当に面白いんで Firebird のまた設定がね、更新されそうだなって思ってます。
まだちょっと設定は煮詰められてないですね。このマーカーの数5っていうところの RC フィルター設定もちゃんと試せてはいないので、今後ね、動画でまた作り込んだものをね公開できたらなというふうに思っているところですね。はい、Firebird のね、ファームウェアアップデートっていうところに関しては以上っていうことなんですが、こちら Firebird の基盤になるんですが、こちらのね今後のね展望についてもちょっとお話をいただきました。X 上とかでもね結構発信されていた内容ではあるんですけど、今のところやりたいなって思っているのは 8000Hz のねポーリングレートに対応していくっていうところとですね、 PS5 対応っていうねそういう基盤を作っていきたいよという話でしたね。やり残しているところはその2つぐらいかななんて話もされてましたけど、私もね、Firebird を今後こんな風にしていったらいいんじゃないかみたいなねことを考えてみて、なかなかねもうだいぶ出尽くしてる感はあるから、これもうほぼね、ゴールに近いんじゃないかと。 8000Hz のね PS5 対応なんてできてしまったらですね、かなりゴールに近いんじゃないかなみたいな感じのね、感想だったんですが、何かねこう視聴者さんでね、こんなことが Firebird にできたら面白いんじゃないかみたいなことをねアイデアお持ちの方いらっしゃったらね、ぜひコメント欄とかでね、教えていただけたら嬉しいですね。はい、Firebird っていうところは以上でね、はい、こちら Void Genesis の方もね、ちょっとお話を聞いたんですけど、今までちょっと疑問に思ってたですね、この Void Genesis の設定ですね、フィルター設定マイナス10っていうね設定はこの Firebird の RC フィルターの設定のねどれと同じぐらいのパラメーターになっているのかっていうところですね。一応検証した感じでマイナス400くらいか、その前後らへんかなっていう風にね、想像はしてたんですけど、実際のところどうなのかっていうのを確認してきました。で、そちらね明確な回答いただいてて、マイナス350と同じですということでしたね。やっぱりちょっとね Firebird の RC フィルター特性よりかは弱めになっているっていうことで、その理由っていうのがですね、もともとこの Void Genesis っていうのはスティックの振れが大きめなので、あまりね、RC フィルターをマイナス500ぐらいまで強めてしまうと震えが大きくなりすぎるということでですね、抑え気味にしたということと、実際にですね Firebird で、使われている設定がマイナス350とかねマイナス400まではいかないような設定が多かったっていうことでですね、マイナス350でも十分だと思って、そういう風にしてるよという話でした。私もね、検証した感じ、確かにフレちょっと大きめのコントローラーになっているのでですね、RC フィルター設定はねマイナス10でマイナス350相当っていうのはね十分な設定範囲かなっていうふうには感じました。はい、そんなね、ちょっと面白い話も聞けたりしましたね。コントローラーマニア的にはぼんじりさんと話せたっていうのがね結構ね嬉しかったですね。もう一つですね、すごく大きな発見っていうのがあったのでですね、そちらをね、ぜひ、お伝えしたいなっていうのがですね、こちらですね、メラルバさんっていう、ウィザードクラブ、今ゲーマーのね、ブランドになっているところの方ですね、ぼんじりさんと一緒にね、活動されている方ですけど、こちらの方がね、こちら、デュアルショック4のね、カスタムキットですね、こちらを今制作中っていう感じなんですけど、X 上のポストでね私もちょっと拝見していて、これはすごく面白そうだなっていうふうには思ってたんですけど、これのね実物を持ってきていただいててですね、これがね結構衝撃的な良さだったですね。もうほんとゲームチェンジャー級になりそうな大きな発見だったというふうに思いました。これね背面ボタンよいしょ、これですね、背面ボタンを見ていただくと、これ仕組み的には DualSense Edge の機構がねそのまま移植されているもので、さらにマイクロスイッチ化されてるっていう、そんな背面ボタンになってるんですね。でこの背面ボタンがねめちゃくちゃ押し心地よかったですね。もうすごく軽くソフトなタッチで押せて、でこのねデュアルセンス Edge から入ったこの形状の背面ボタンですよね、下に押すことで押せる、そんなね背面ボタンが本当に素晴らしかったっていうのとですね、これにはもちろんショルダーボタンがここにね、2つ配置されていて、その配置もねかなり素晴らしかったんですよね。
で、ここオプションとシェアボタンっていうところもですね、ちょっと高さが通常よりも高くなってますね。通常オプションシェアボタンって結構埋まってるぐらいな感じのね、辛い位置ぐらいの感じのボタンで割と押しづらいんですけど、これがちょっと高さが高くなっていて押しやすくなっていたりします。この改造キット本当に、いいと思うんでですね、まだねこの X 上のこの状態そのままでね出てくるわけじゃなくなりそうですっていう話はされてたんでね、今後のニュースちょっと、注目したいなと思うんですけど、販売目指してね今鋭意開発中っていうことなんで、こちらめちゃくちゃ楽しみになりましたね。もうこれにもう Firebird の 8K 基板とか乗って PlayStation 5も対応してしまえばですね、もうゴールなんじゃないかとそんな風に思います。本当にそう思いますね。それぐらいの素晴らしい改造キットでした。まだまだやっぱこのボイドゲーミングやアンドゲーマー、あとウィザードクラブさんですね、本当にね、目が離せないなというふうに思いました。はい、そんな感じでね、もちろんね 1v1 大会の方の観戦もしてきたんですけど、結構ね長時間だったんですけど、会場の方もめちゃくちゃ盛り上がってましたね。個人的にノーセプション時代から好きで応援してる皐月選手に注目して見ていたんですけど、惜しくもねユラリマン選手に敗れてはしまったんですけど、 RE の当て感ほんとやばくてね思わずやべえっていう風にうならされてたっていう、そんな感じでしたね。皐月選手本当なんかオーラがすごかったなっていうのが印象的でした。ユラリマン選手はお茶目な感じでサービス精神すごくね、あってですね、観戦していてもとても楽しませてもらえたんですけど、それなのにあの強さってほんとやばいっすよねなんかね強心臓だなっていう感じがしましたね。最近 Firebird をね使ってるらしくて、今回も Firebird で参戦して 1v1 大会に優勝されたっていうことでね、Firebird はね間違いないっすよねやっぱりねっていう、そんなね 1v1 大会でした。はい。というわけで今回は6月12日に開催されましたアンドゲーマーフェイスオフシャープ1という 1v1 大会を観戦しに行ってですね、ボンジリさんやメラルバさんとね、お話をさせていただいたっていうところでですね、いろんな新しいニュースとか情報っていうのをね、お話できたかなというふうに思います。またねこういう機会があったらね積極的に参加してねいろんな情報をね、共有できたらなと思いますので、ぜひねチャンネル登録と高評価の方、また余裕がありましたらハイプの方もぜひよろしくお願いいたします。以上モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。